はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はこのクリスマスから来年年末年始、このお休みがたくさんある期間の、恋愛運を見てみたいと思います。パートナーがいらっしゃる方とか、片思いにしろ、この誰かとの関係性を見たいという方はちょっと集中してこのお休み期間ね、吉と出るとか凶と出るかという方で見てみたいと思います。そしてこれから出会いを求めてるよという方は年末年始だけじゃなく来年の2月末までの出会いがあるかどうかも見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。まずパートナーがいらっしゃる方から。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。まず2人の関係性はということで、ペンタクルの3ですね。ちょっと後で解説します。そうですね、今2人の関係性はって言った時に非常にゆっくりとですけれども、この関係性が伸びようとしているというか育とうとしているっていう感じがあります。無理してじゃなくてね。で獅子座さんはもっと早く関係性を伸ばしたいとか、もっと早く信頼関係強めたいとかということで、もっと早く進んでいきたいみたいな感じがありますが、そこまで焦らなくて全然いいです。ゆっくりと育っていくよっていう感じで言われてます。で実際に出会ってからここまでの間っていうものも時間をかけてじっくりここまで来たんだから、これからだってじっくりでいいじゃないかみたいな感じです。ただ相手の方っていうのは何が原因なのかは分かりませんが、なんか自分は獅子座さんにふさわしくないんじゃないかみたいな思いがちらっとかすめていますね今。そして獅子座さんにふさわしい人になるように自分を変えようとしてる、自分はもっといい人になろうとかふさわしい人になろうとしてなんか努力してるなっていう感じで、そうやって努力しようとしてる姿がまたけなげというか、獅子座さんには喜ばしく映ってお互いいい関係だなって感じですよ。なのでなんか今2人がめちゃくちゃ溶け合ってますとかじゃないけど、お互いにちゃんと思い合っていて、その関係っていうのはゆっくり育ってるなっていうのが印象でした。そして相手の方っていうのは今獅子座さんの関係以外での付き合いとか仕事の絡みとかね、いろんな友達との関係っていうのもまあいいみたいで、こういろんな人と話をしています。でただすごく仲良くしてる人もいるけど、なんか自分のことを批判してくる人もいたりとかして、ちょっと人間関係に疲れてるかなって感じもしますね。だからこそ余計になんか自分がもっとしっかりした人間でなければいけないとか、獅子座さんにふさわしく堂々としてなければならないみたいな思いがあって、本当はちょっとナイブになってるんですけど、なんかそこをもっと変えていこう、もっと強い人間になろうとか、もっと大きくなろうみたいな、例えば体に関しても自分をもっと変えていこうみたいな、例えばもう少し引き締めようとかもそうだし、筋肉つけようとかもそうだし、なんかそんな感じがありますね。で獅子座さんは別になんかそういったことはあまり気にせず、どちらかっていうともっと感情的にもうちょっと嬉しい言葉かけてほしいなとか、こう喜びたいっていう感じがしますよね。カップの9の逆なので、そうね、もうちょっと見てみようかな。なんかね、こういうイベントの多い時だったらこう楽しく過ごせるのかなって思いきや、向こうはなんか楽しませることができるかどうかのプレッシャーを感じているっていう感じかもしれませんね。お互いに協力してね言えばいいんじゃないですか。でも相手はやっぱりすごい愛情がありますね、獅子座さんに対して。愛があるって感じ。でも愛情があるからこそもっと自分は良くなりたいとか、もっとっていうちょっと自分のことを引け目に感じてるなっていう感じがします。そして獅子座さんはっていうと、なんか過ちっていうことで、なんか間違ったことを言っちゃいけないとか、間違った行動をしちゃいけないこの人にみたいな感じでね、こう自分が正しくあろうとするっていう傾向がもしかしたらあるかもしれないので、失敗したって間違ったところで相手はちゃんと許してくれそうな感じですよね。許してくれるっていうよりもそれも含めて愛おしいって思ってくれそうな感じがありますよ。そしてこれからどうしていけばいいのっていうちょっと対策を見ますが、対策としては相手に寂しい思いをさせないって感じかな。別に
自分は全然そんなつもりがなくただただちょっと寝ちゃっただけなんだとかっていう時でも相手はなんか忘れられてるみたいな感じで思ったりしやすいので、その寂しくないように気を使うっていうことをしてもらったらいいかなと思いました。なんか相手の方ってちょっとナイーブなので、獅子座さんよりもナイーブなので、その変に脅しをかけるというか、もうそんなんだったらもういなくなるからねみたいな、そんな脅しはかけないでくださいね。そして安心させてあげるようにしてください。これからの可能性はっていうと、美しさ、ビューティーっていうのが出てますね。お互いが関わることによってお互いにいいところを増やしていける、お互いに美しさをもっと表に出していける、そしてコミュニケーションも取っていけるよっていうふうに言われているので、たとえ離れていたとしても、たとえちょっとこんがらがって誤解を受けたとしても、ちゃんと話せば分かるよっていう感じが出てます。いいじゃないですかねということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよって方はぜひいいねボタンやコメントで教えてください。ではここからパートナーを求めてる方、これから出会えるかなっていう方のものを見てみたいと思います。これからの出会いに関しては年末年始だけではなく、来年の2月末までっていう形にさせてください。っていうのはちょっと1月2月がこの恋愛に特化した動画だけを撮るっていうのがちょっと難しいので全体だけの動画になるかと思います。なので今見たパートナーがいらっしゃる方もね、今のを踏まえた上でゆっくりと育てていくっていうふうに思ってくださいね。どうなっていくかなっていう感じで見てください。新しい出会いの方は出会いがあるかどうか見てみますね。はい、じゃあ見てみましょう。忍者、ラバーズ逆、ジャッジメント逆、カップキング、ペンタクルスのナイト、そしてワンドクイーン、ワンド10逆、気をつけること対策がカップエース逆とペンタクスの5の逆と、オラクルはペンタクスの6ですね。出会いありそうですね。なんだかありそうですね。いいんじゃないですか。やっぱりさすが人間関係今年は鍛えられただけあって、来年の2月までの間に関係性はいろいろありそうです。動きそうです。そんなに期待してないにもかかわらずありそうっていう感じがありますね。別に無理して誰かと出会わなきゃいけないとかそんな感じはなくどちらかというと獅子座の皆さんもういいやみたいな、恋愛とかもういいやってちょっと諦めモードなところになんかやっぱり人って優しくされるとポッとするっていうかちょっとときめいたりとかっていうことで、ここでカップのキングが出ているので、やっぱ誰かから愛情を受け取るよっていうふうに出てるんですね。でその愛情を受け取ることによって自分の心が和んで優しくなって、またさらにもっと多くの愛を受け取れるような自分になるっていう感じがあるんです。でさらにその後ペンタクスのナイトっていうのが出ているので、ゆっくりとすごく信頼できる堅実な人が出てくるような気がするんですね。これはとてもご縁のある人だと思います。でその後自分自身はじゃあ頑張ろうっていうことで、その人に向かっていくというよりは自分を立て直すとか、自分をしっかりしよう、この人に感化されて自分もしっかりしようっていう形でしっかりしつつ、自分が無理していたことはやめていくとか、これは整理していくということでなんだか人を通していい誰かとの出会いがありそうで、その出会いを通して自分自身が整っていくっていう感じがします。整っていく、調整されていく。過剰に何かやりすぎていたことに関してはもうそれ以上頑張るのはやめようってなるし、なんか変に自分を低く見てどうせ私なんてと思っていたことに関しては、いや私ももっと自分の価値を認めようみたいな形で、ちょっと自分への奉仕とか感覚っていうものを呼び起こすっていうのかな、膨らましていくっていう感じもあるので、非常にいいです。なんか人からの愛情をとにかく受けるんだと、そして人がいろいろ良くしてもらうことによって自分の中の何かが目覚め始めて、自分も誰かに良くしてあげたいみたいな感じで、とてもいい循環があります。ただラブラブみたいなそんな感じではないんですけど、でも感情が喜び始めているみたいな感じです。いい人と出会うと思いますよ。ここでペンタクスのキングだったりナイトが出てきているのでね、とても大人な優しい人、全然ガツガツしてないです。だから直接何か関わってはい付き合いますみたいな、そういうんじゃなかったとしても、その人との関わりによって自分は獅子座の皆さんとてもなんか調整される感じがします。
よかったですね。はい、ちょっと全体を通してねメッセージ見てみようかなと思うんですけど、もう一枚ねオラクル引いてみようかなと思うんですけど、今出たのはリトリートというカードですね。ゆっくりしてねみたいな、一緒にどこか旅行に行ってもいいんじゃないですかっていう感じもしますけど、はい、この出たのはこのカードです。このカードを見てね、何かメッセージがあればご自身でも受け取ってみてくださいね。まずは自分を愛してくださいっていう感じですよ。自分を認めて、自分の価値っていうのを自分で認めることによって、もっとあなたのこのロマンティックな魅力っていうものが増してきますよっていうふうに言われてます。とてもいいと思います。この流れも合わせて。はい。ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよとか分かりましたっていう方はぜひいいねボタンやコメントで教えてください。ではまた次回ですね、上半期の全体の流れをまたお届けしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。